どうも、ベトナム在住のうきつです。今日はね、ちょっと久しぶりにこのモビレットをね、整備しながら、日本のね、原付の話なんかしてみたいなと思ってます。今日本ではね、なんか50cc の原付、排ガス規制をね、クリアできないってことで、125cc を原付とする、50cc のパワーにして、原付一種としてね使えるようにするなんて話があるんですけれども、みんなが言うね原付ってもともとはこれのことですよね。これ何かっていうと原動機付き自転車です。自転車にねエンジンがついてるんですよね。以前というか日本が原付30キロ規制、速度規制とかできたのってなんか1960年前後なんですかね。こいつはね1960何年式化のタイプになるんですけども、これはもっと前からねずっと作られてたみたいで、元はね映ってんのかな。前ちょっと映そうかな。これはね型式が AV44 っていうのかな。でこれより前のやつってねフロントフォークは普通のママチャリとかの自転車みたいに前が曲がってる元々のフロントフォークの語源ですよね。フォークみたいな形をしたやつになっててリジットだったんですよ。でこれはね一応グリスダンパーになってるのかな。一応動きます。でブレーキもね、ドラムになってるんですが、これより前のやつはねここにちょっと名残があるんですが、同じように自転車のねここで挟んで止めるやつだったんですよね。なんでねこれは乗ってみたらわかるんですけどね、30キロも出したらね、時速30キロも出したらまあ止まらないし怖いです。というかエンジンももう悲鳴を上げてるんですよね。で何を言いたかったかっていうと今日本の原付がね50が125になってパワーをね落とすとはゆえ、こんなのを作ってた時代とはね違うマシンなんでね、いやそろそろ30キロ規制っていうのはねやめてほしいなというのがあって、私はもう今後日本でバイクに乗ることはねないとは思うんですけど、18歳でね原付の免許を取って原付に乗ってね、それからステップアップして中型大型とね免許を取っていったんですけども、特に私は社会人になって大阪で原付乗ってたんですけど、違法駐車はあるし周りの速度は速いしね怖かったんですよ。こういうバイク日本では1960年ぐらいっていうとちょうど、OHV のスーパーカブができたぐらいなんですかね。それより前はねそれこそ自転車の後輪のところにね2ストエンジンを積んで、カブ号っていうやつかな走ってた頃の、時代なんでね、せっかく今回いろいろ法律規制というか原付のね枠を変えるんだったらせめて40キロ45キロぐらいにしてもいいんじゃないかなと思って今日はねちょっとその話をしたかったんで、整備する前に、ちょっとこのねモビレットの紹介がてらこんな話をしてみました。さあじゃあちょっと整備をしていこうかな。南家さんへのこれにもねちゃんとステッカー貼ってますよ。貼ってるというか実はマグネットで留めてるんですけども、であとこっちですね、これもマグネット、小排気単車クラブ、あら貼り付いちゃったね。こいつも貼ってますというかつけてます。さあそれで何をしたいかというと久々のエンジン始動なんでね、まずはプラグキャップからツーストオイル入れとこうと思ってます。言い忘れましたがこれは
混合ガソリンで始動するツーストのエンジンです。まずはプラグを抜きましょう。まあそこそこいい感じで焼けてんじゃないのかな。最後に始動させたのはね1年以上前です。ほんで入れるのはこれですね、ツーストオイル。ちょっともうスポイトに入れてあるんで、ちょっとここから垂らすんだ。それで一旦これでエンジンをシリンダーピストンを動かさなきゃダメですよね。さっきの反対側ですね、これがクラッチになってるんで、こいつはねペダルを回すと自転車のチェーンが回ってリアタイヤが回って、この駆動用の、エンジン側のチェーンが回ってこいつが回るんですね。でこれが高速回転するとクラッチ側とつながって、エンジン始動できると。ちょっとプラグなしでねオイル行き渡らせたいんで漕いでみます。ね、中側が回るとクランクが回るんです。これでいいでしょう。それじゃあねプラグはめていきます。このオイルはね街中の走行なら 2% でいいって言われてるんで、ガソリン1リットルに対して 2%、これですね。これもう 2% で何リットルとかって書いてあるんで 2% で1リットル。なんか郊外をね速度出す場合は 3% にするらしいです。まあ街中しか走らないんでこれを入れていきます。ちょっとここで混ぜた方がいいのかな。それじゃあガソリンタンクにねガソリン入れていきます。よいしょと。こいつはリッター何本ぐらい走るんだろうというか、ガソリンがなくなったら自転車で漕いで走ればいつまでも走れますけどね。なんせ原動機付き自転車です。それでここにね、こんな部品があって映ってないかな。こいつを回すとガソリン下ね開いてキャブに、ガソリンが送られます。前回ガソリンはタンクから抜いてエンストするまでエンジン動かしただけだからキャブ汚れてんのかな。まあまあいいでしょう。あ、ちなみにね映ってるかな、リアはねサスがなくてこれリジットですね。なんで本当に自転車です。さあエンジンかかるかい。これね手元にデコンプレバーみたいのがあって、こいつを引くと上のバルブが開いてね、簡単にというか圧縮がかからない状態でペダルを回せて、このデコンプをね戻した状態でエンジン始動になるんですが、ちょっと漕いでみます。ちょっと緩んでましたね。はい、久々の始動できました。外でもエンジンかけようかな。
これね、エンジンは簡単にかかりました。ちゃんとね、ガソリン抜いておけば、問題なくかかりますね。今日はちょっとね、日本の原付の話もしましたけど、なんせさっきも言ったようにね、これがね、原動機付き自転車で、今原付とね、呼ばれてるものとは全く別のマシーンなんでね、せっかくの機会なんで、ちょっと30キロ制限は40か45ぐらいにしてほしいな。まあ2段階右折に関してはね、いいのか悪いのかいろいろあるんでしょうけど、30キロでね、街中を走るってすごい怖いんですよ。まあまあ、そんな話でした。今日はね、ここまでです。それではまた。